こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャットなどをまとめてみていきたいと思います。またシャカシャカうるさいかもしれませんけど、ちょっと今週はこの格好でいきます。まず ETF 関連では、ビットワイズがビットワイズビットコインスタンダードコーポレーションズ ETF、ストライブアセットマネジメントがストライブビットコインボンド ETF を申請しています。ビットワイズの方は 1000BTC 以上保有する企業に投資する ETF で、ストライブの方はマイクロストラテジーの転換社債やその他ビットコインに投資する見込みのある企業の債券に投資する ETF とされています。またこのストライブの創設者ラマスワミ氏はですね、トランプ氏の政府効率化賞でイーロン・マスクと共に責任者を務める人物となってますので注目されてます。今まではビットコインの ETF とかイーサアルトの ETF とかですね、アセットに直接投資する ETF の申請がされてましたけども、今回はその周りの間接的な ETF の申請となってます。こちらも承認されるのか、また需要が生まれるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 3.6 億ドルの純流出となってます。前日盛り返したように見えましたけども、また流出となってますね。イーサは若干のプラスで耐えてます。香港はまだ更新なしとなってますね。ビットコインの価格は現在 94,400 ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米卸売在庫、米週間石油在庫統計などがありました。今回は指標よりも日本の口先介入や韓国のハン・ドクス首相の弾劾措置案可決の方が話題になってたような気もします。で、市場の方も韓国の方でビットコインが高値で取引されるキムチプレミアムが発生してまして、これも韓国の混乱によるものとされてますね。市場は米ドル、米金利高傾向継続となってまして、米市場開場後は米株各指数下落、こちらは年末の利益確定という見解が多いですね。ビットコインもオプションの大きな期限切れなどもありまして、それに沿った形で94,000ドル台まで下落しています。海外では USDT 懸念なども出てますけども、それはこの後のところで取り上げようと思います。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 3.02%、額としては589億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.2%、バイナス意味はロングが 64.2% と若干下寄りになっています。今後の指標としては、12月29日にロシアの雇用統計11月、ロシアの実質 GDP 第3四半期の確保値、12月30日に米シカゴ購買部協会景気指数12月、12月31日に米中古住宅販売制約指数、中国の PMI、米 SP ケースシラー住宅価格などが控えております。他各所の見解ではですね、先のハイプの高騰から DeFi、AI に注目が集まるんじゃないかという見解が出てますね。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、トレーダーが年始まで休みのことを考慮すると、買いよりも売りが優先になるんじゃないかと。なので、12月28日、AM6 時時点のビットコインは昨日の 95,890 ドルよりも下という予想でした。結果としては、米市場開場後ですね、米株各指数も下落しまして、ビットコインも同時刻に下落。そして判定時刻の12月28日、AM6 時時点のビットコインは 94,588 ドルということで、昨日の 95,890 ドルよりも下なんであたりです。今年はプレゼント無理そうですね。はい、では次ですね。本日は土曜なんで、次の米市場平常日、12月31日 AM6 時時点の予想ですね。下です。先物 ETF の状況とかを見ても、格好を押し上げるほどの買いが入るのは年明けからなのかなと思うんで、じわ下げで下にしたいと思います。なので、12月31日 AM6 時点のビットコインは現在の 94,499 ドルよりも下、これでいきたいと思います。大きな指標もなく、市場も休みに入るんで、見るところはチャートくらいですけど、時間足ではちょうどそこあたりですけども、ここを下に抜けるとなると 92,000、9万ドルあたりまで余裕があるように見えます。年末どこまで耐えるのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3330ドル、BTC 建ては 0.0353 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.36%、額としては223億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.2%、バイナス意味はロングが 82.3% と下寄りになっています。ETF、OI ともにですね、ビットコインと比べると耐えている状態で、BTC 建ても 0.035 と耐えてますけども、ドル建てでは3000ドルが見えてきてます。こちらもビットコイン次第になると思いますけども、年末3000ドルキープできるのか注目ですね。あとその他の動向では、現在海外ではですね、USDT が欧州市場で上場廃止になるというのが話題になってまして、いろいろ議論されてます。
これは12月30日から欧州の MICA 規制が施行される予定となってまして、その MICA 規制に準拠してない USDT が各取引所から上場廃止になると言われています。で、この影響からか USDT もまたデペック仕掛けてまして、USDT の崩壊からビットコインの価格が急落するんじゃないかと、一部でざわついております。ここからは私個人的な見解ですけども、このね、欧州の MICA 規制に USDT が準拠してないっていうのは、このチャンネルでも随分前から取り上げてまして、各取引所もですね、欧州部門では USDT は上場廃止すると、すでに発表してて、今に始まったことではないんですね。で、この USDT の代わりに、新しいドルステーブル、ユーロステーブルがどんどん出てきて、そっちはしっかり MICA 規制に準拠されて、他でも取り扱いが決まってると、欧州市場でのステーブルの覇権争いがどうなるんだろうみたいな話もしてましたけども、ただ私としては、この USDT が欧州市場からはぶられたからといって、今現在一部で囁かれているような、ビットコインの崩壊につながるとは思ってないんですね。まずこの欧州という部分だけ見ても、今まで欧州方面のポジティブなファンダ、ネガティブなファンダいろいろ取り上げてきましたけども、欧州方面のファンダが市場全体に大きく影響したことってそんなにないんですね。その取引所が欧州の規制に準拠できずに撤退するとかも毎回ほぼ無風ですし、その米国で規制されたとかだったら多少影響ありますけども、だから今回みたいなその欧州で USDT が上場廃止されてビットコインが崩壊って聞いてもですね、スケールが違いすぎて個人的にはかなり違和感あるなとちょっと思っちゃいました。あと市場全体で見ても、昔から仮想通貨市場にいる人はですね、その USDT が仮想通貨市場を支えてるんで、USDT が崩壊したらビットコインも崩壊するっていうのは馴染みあるかもしれないですけど、今は USDT 以外のステーブル、USDC とか、その他もあるんで、仮に USDT が死んでもですね、ラップド BTC 事件と同じような流れで他に流れるだけなのかなと思います。あと今では ETF というですね、取引所を返せなくても資金流入口がありますから、ステーブル一つ死んだところでビットコインが死ぬっていうのはね、その現代ではちょっと考えづらいかなと思ったんですね。ファンダが出て都度短期的ショック、下落はあるかもしれないですけど、現在一部で囁かれている市場が崩壊するほどのショックはないんじゃないかなと、個人的には思いました。12月30日以降ですね、市場がどのように反応するのか注目ですね。あと他では、米財務省が DeFi に対してユーザーの取引記録を報告する義務を課したことが話題になっています。内容としては、DeFi ブローカーは証券ブローカーと同様に、ユーザーの取引情報を収集し、顧客に送付することを義務付けると。すべての納税者が同じルールに従うための規則とされています。で、これに対して仮想通貨界隈ではですね、財務省の権限を超えているとして、批判が出ているようですね。この取引報告も前からその膨大なタスクが生じるんで、こんなの始めたらキリがないということで、仮想通貨界隈でずっと拒否してたことでしたけども、今回義務化となっています。今後仮想通貨界隈は法廷や議会で争う姿勢だとされてますけども、米国と事業者が今後どういう動きになるのか注目ですね。あとアルト関連ではビットゲットの BGB の新たなホワイトペーパーが公開されて話題になっています。昨日 BGB と BWB が統合される件も取り上げましたけども、それに加えて BGB は早期給料の 40% をバーン、そして四半期ごとに取引所とウォレットの利益の 20% をバーンすることを発表しています。昨日の統合発表時点でも上がってましたけども、バーン発表後にまた上がってまして、BGB は現在8ドル台となってますね。時価総額は19位です。BNB と比較する人もちらほらいますけども、こちらもどこまで行くのか注目ですね。あとはソラナのジュピターがエアドロを発表しています。ステーカーユーザーに7億ジュピター、約6億ドル外を配布するとしています。配布は1月予定となってますね。ジュピターの価格は現在 0.8 ドル、時価総額は109位です。エアドロ前後の動きに注目ですね。あと NFT 界隈では、イーサ NFT の週間取引量が 1.8 億ドルと高水準となったのが注目されています。先日のプジペンギズのエアドロの影響が大きいとされてますね。1ヶ月で見ると、フロア価格もそれぞれ上がってます。NFT 市場がまた盛り上がるのか注目ですね。今日はこのトカスが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。